今回は2012年から2013年にかけて放送されたアニメガールズ&パンツァーの第9話を見た当時の視聴者の放送終了後の反応を紹介していきます。それではどうぞ。速報、プラウダ戦次回へ続く。なんつうとこで終わってくれたんや。ここで引くなよー。気になるじゃねえかー。ここで来週とかどんな拷問だよ。うわー、めっちゃいいとこで切れたー。腹症ですわー。どうなっちゃうんどうなっちゃうんどうなっちゃうんなんか、涙が出てきたわ。これほんとすげえアニメだな。寒いけどくっそ暑かった。暑すぎるだろ。この気温で汗かいたぞー。期待はしてたけど、期待をはるかに超越した面白さだった。正直今まで4話が最高だったんだよね俺。今回ぶっちぎりで最高だったかも。ただの無双にならず、超不利だけど激アツ展開、よかったわ。やっべえなんだこれ。冗談抜きでアニメ見てこんな興奮したの初めてだ。ご都合主義のところはあったけど、B パートのスピード感は神。手に汗握ったまま見入ってた。幸福に3時間の猶予の理由。カチューシャが腹減った眠いから。カチューシャ、ご飯お昼寝説唱えてたやつ当たったな。ソリのカチューシャが可愛すぎる。カチューシャのベッドが可愛かったな。カチューシャ、私の心はシベリア平原のように広いのよ。でも冷たいじゃねえかよ。カチュが夜食後お休みしてた、プロペラソリってなんね？イワンの雪上偵察車両。プロペラジェットスキーで前に進む。プラモも出てるよ。ソビエト RF8GAZ98 武装スノーモービル。今日の女が歌ってたのはこれ。コサックの子守歌。スミペが歌ってたやつ？あれコサック関連の歌だったんか。目をこすってるカチューシャタンは、もう幼稚園児にしか見えんかったぞ。カチューシャって、あんな作戦立てれるって作戦の神様だよね。普通の指揮官なら、カチューシャの作戦通り動いて、終わってただろうね。とりあえずカチューシャは、戦車を〇〇タンと呼ぶ娘なんだな。敵さんチームが、焚き火で踊ってたのクソワロタ。コサックダンスで不覚にも爆笑した。お前ら日本人だろうが。なんだよ、そのテンション。おっかなしに、あそこまで盛り上がれるプラウダコートは、プラウダの連中って本当に日本人なのか？あのコサックダンスはただものじゃねえぞ。展開熱かったな。そして BGM の使い方が素晴らしい。ポーリュシカポーレもあってよかった。ポーリュシカポーレが嬉しすぎたわ。ポーリュシカポーレのメロディが流れた時は、感動におののいたぜ。ロシアの歌と雪原ってのはものすごく入るな。カチューシャもポーリュシカポーレも、聴いてるだけで鳥肌立つわ。コサックダンス VS アンコウ踊り。あそこでまさか、アンコウ踊りするとは思わなかった。アンコウ踊り生中継は笑った。式上昇のアンコウ踊りは予想してたが、配信は予想外だったわ。あのアンコウ踊りは、インド人的な何かを感じた。偵察組が歌っていた歌は何なの？軍歌っぽいけど。軍歌、雪の進軍。日露戦争前の雪中行軍演習、遭難事件を題材にした映画、八甲田山で有名。雪の進軍。明治28年。長井健史作詞作曲。軍歌です。しかし偵察で歌って歩くとか。エルヴィンと一緒に歌いながらの偵察とか。歌っちゃダメだろ。気づかれるだろ。可愛いけど。歌いながらってのもあれだけど、それ以上に堂々と更新しすぎって思ったわ。雪の進軍クッソワロタ。史上稀に見る軍歌アニメや。つい秋山殿とエルヴィンに釣られて、雪の進軍を夜中に歌ってしまった。これだけで満足だ。歌いながら生きて帰ってきたのに吹いた。こんなに天気が荒れていたら、偵察に出たみんなは、からの、どうせ生きては帰らぬつもり、の流れで笑った。雪の進軍を歌う JK は、ちょっとどうかと思わなくもない。ポーリュシカポーレ流れてる皆落ち込むシーン、歴女だけ楽しんでるな。天は我を見放したでクソワロタ。北王子金也か。あと、サイモンザさんが言ってた、あの木に見覚えがってのは何かのネタなんだろうね。アンコウ踊りを始めたミポリンを見て、サイモンザが八甲田かといったシーン。明治期の陸軍の八甲田山の雪中行軍訓練で発狂して、銃剣で木に切りかかったり、裸になって川に飛び込んでしまった兵隊がいた。天は我々を見放したと、隊長、あの木に見覚えがというセリフは、1977年公開の映画、八甲田山にそのまんま出ている。そどこは今回色々見せ場があったが、最高だったのは3人で毛布にくるまってるシーン。可愛すぎてもうね。いいこと考えた。スノーバレーってどうですかね？いいんじゃない？知らないけど。
そんなものはない。寒さで何を言い出すんだ。あのテンションのバレー部は貴重だよな。プラウダに踊り中断された時の、しのぶちゃんが可愛すぎる。アンコウ踊りで突っ込まれた時の、しのぶちゃんが可愛いとは書いておかねばなるまい。こいつら作戦地図で何やってんだよ。可愛いの突っ込みがいいな。みかんってなんだよ。みかん、雪だるま、丸罰ゲーム。作戦名ところてん。どの辺がところてん作戦なの？一列になって、うにゅっと出ていくところが、ところてんっぽくはあるな。包囲網を抜けるまではひとまとめに、抜けたらバラバラ3回。普通に強行突破するだけだったな。普通に脱出するんかいとか、いろいろ突っ込みどころはあったが、それを吹っ飛ばす B パートの良さだったな。建物から出てくるとき外しすぎって思ったけど、吹雪で視界が悪くなってたのか。3時間経ったからか異様に視界が悪くなってたな。ああいうの戦車内からの視点で描いてくれたから、包囲突破が自然に見えてしまった。演出マジックだな。戦車って、あんなに機動性がいいのか。初めて知った。今回いつにも増して、スタイリッシュ戦車アクションしてたな。やっぱ雪上戦は熱い。38T と89式は、コンバットチョロ Q みたいな軌道だったな。なるほど。38T はチョロ Q みたいに小回りに優れてたから、翻弄できたんだな。ポンコツとはいえ一長一短なんだな。照準視点、燃えるぜー。照準機視点がすげーよかった。会長の動体視力良すぎ。あの空にいっぱい放ってた弾の名前教えてくれ。一体どういう効果があったんだ？単なる機銃の栄光弾。照明代わり。カチューシャ弾の、機銃栄光弾、手法はもったいないから使っちゃダメ、が可愛い。三突のドリフトかっこよすぎだろ。3時間で天輪と履帯を交換した、カバさんチームに不可能はない。回る砲塔が欲しい。9話の MVP セリフ。3突の直撃っぷりがやばい。今までで一番痛快なシーンだった。ソドコ視点の動きがハラハラした。カモさんチームはいきなりの試合でも頑張ったね。1年生とカモさんチームの、捨て身の防御素晴らしい。泣けるね。それにしても、1年生チームの活躍がないな。今まで、逃亡、悲劇追とか悲しすぎる。しんがり務めただけでも立派。称えるべきは逃げない勇気。聖グロとの練習試合ではももちゃんと並んで、1年先輩とか言われてたのが懐かしい。カリナちゃんのよっしゃーまでの流れに、うさぎさんチームの成長を見た。カリナちゃんはやればできる子。IE に続いて、よっしゃーもいいね。大野ちゃんは、メガネ割れ可愛いけど危ねえ。大野ちゃんは次回から片メガネです。大野ちゃんがももちゃん化してしまう。秘宝、俺のカーベイツーちゃん、見せ場なくやられる。あんな扱いなら、倒れて起き上がれないとかのが良かった。KV、敵が2台来てる、どうしよう。KV、そうか、真ん中に撃てばいいんだ。当然のように回避され撃破。俺の KV さんが。カーベイツーちゃんは、ちゃんと戦場まで来れただけで御の字かもな。まあ、建物破壊なら活躍できたんだけどな。カーベイタンは、割と正しいやられ方。歩兵には強いけど。カーベイツーってかなり硬いのに、中戦車程度の火力で正面から抜けるもんなのか？超方針4号と3突なら弱点狙えば抜ける。ギガンと、ターレットリングにぶち込んだアンコウはもちろん、保険として歴女もしっかり履帯潰してるんだな。なんつうか色々と優秀すぎる。今度は逆にプラウダが釣られたね。ノンナは怪しんでいたけれど。追撃中に2両ほど見えなくなっているのに気づいたノンナと、些細なことだと無視するカチューシャ。これが勝負の分かれ目なんだろうな。大洗も先週は、ミポリンのこと無視して突っ込んで、大ピンチだったもんな。今聞き返してみたら、フラッグ社の乗員の鉛が東北だった。プラウダって東北あたりの高校って設定かね？フラッグ社の生徒が何かなまってたっぽいけど。東北弁って説も出てたが、東北人の俺に言わせれば、あれは北関東のアクセントだな。途中からスターリンの報酬やってたのって、ノンナなのか。もうフラッグ社狙い撃ちにされてるとこで、ヒヤヒヤした。どうだろう、わずかの差で負けたように見えるが。際どい勝負だな。大洗チームの被弾の方が少し早かったかも。ただ、3突のは至近距離だったから、どうだろう。89式が被弾する前に、キャプテンが後ろ振り返ってるな。もしやキャプテンもニュータイプだったか。バレー部は履帯吹っ飛んだだけ？何度か見てるが、89式は右履帯が吹き飛んでるけど、車体には当たってないように見える。けど T34 はエンジンからも煙出てる。だから俺は89式は無事で、T34 は走行不能って思うんだが、どう思う？
この絶体絶命な状況で廃校を発表されて、寒いしテンションだだ下がりなのに、式上げさせろって、ミポリン胃に穴開いちゃう。みんな困った時は、アンコウ踊りをするとやる気が出るし、悩み事とかも吹っ飛ぶぞ。美穂のアンコウ踊りソロは、思わぬ収穫だった。ミポリンが踊り出した時は、ストレスでおかしくなったのかと思った。アンコウ踊り見て、花さんの母ちゃんも死にそうな顔してたな。試合はまだ終わってません、キリ。って言った後に、母親とアンコウ踊りを見た真帆は、何を思ったのだろうか。お姉ちゃんは妹の試合が見たくてしょうがなかったんだな。アンコウ踊りをガン見して。アンコウ踊りで泣くとは思わなかった。こんな踊りで、涙腺が危なくなるとは思わなんだ。秋山殿を偵察に出す直前、社長席から登って仁王立ちする。西住殿がかっこよくてマジ軍神。ゆかりさんって言ってたな。とうとう秋山さんから、ゆかりさんに昇格か。ついにゆかりさんって呼ばれた。秋山殿歓喜。秋山殿が戦車から飛び降りる時が、最高すぎた。ゆかりんのダイナミック降車。いや走行中の車両から飛び降りるには正しいが、ゆかりんの素晴らしい着地も忘れないで。着地後に女豹のようなポーズを。秋山殿マジ中堅すぎて笑た。ミポリンの命令に忠実な秋山殿、犬みたいでマジで可愛かったわ。鐘楼に上がった絵を見て、みんなが一斉にそこは危ないぞって書き込んでて笑った。監視賞は教会の塔の上ってお約束だよな。さすが秋山殿だぜ。レマコとソドコのシーンよかった。満足。まこちゃんが俺と同じで、カーベイ通派でよかった。偵察するマコとソドコ面白かったな。2.0 の視力だというのが分かって、なんかよかった。89式が活躍したのには、マコが操縦を教えたという伏線がある。生徒会勢を応援し続けて2ヶ月。今日ほど幸福な日があろうか。出し惜しみってか今まで能力隠してたキャラが、ここぞという時に実は強くて無双し出すとか、ゾクゾクするぜ。会長とか会長とか会長とか。やはり会長は天才だった。本気になった会長はすごかったな。会長はもっと早く、本気出すべきだった。会長が天才肌だろうってことは分かってた。やっと本気を出してくれて嬉しい。会長は欲しいも食ってるだけじゃねえか。って思ってた時期が私にもありました。会長チートキャラとか胸熱だわ。欲しいも食ってるだけのイメージだった。これまで置物状態だった会長を、ここで動かすとはな。完全に予想外だった。会長、戦車にやたら詳しかったから、できるとは思ってたが、ここまでの腕前とは思わなかったぜ。生徒会チームの、一気当選ぶりがすげえ。一気当選に見えたけど、二両撃破だったから、割合的には会長も言ってたけど、失敗なのがなんともいい塩梅だったわ。会長の落ち着きっぷりと連携すごいな。今まで本気出してなかったにしても、二両撃破は超性能。38T が無双で2両撃破、1両行動不能で IS2 健在というのは、ギリギリのいいバランスだな。こんなに 38T が、かっこよく見えたのは初めてだ。完成ドリフトにはロタ。ゆずと会長すげえ。会長すごすぎはロタと思ったけど、ゆずちゃんも恐ろしい腕前。生徒会チームは最初から適材適所でやれよ。かっこよすぎて泣いた。速報、ももちゃん覚醒せず。ももちゃん覚醒せず。ついにももちゃん覚醒の時が来たー。会長、川島変われー。あれ、ももちゃん装填士としては超有能じゃねえ。あんなぐねぐね動く中で、あの装填速度は半端じゃねえよ。何気にあの会長無双のシーンは、装填速度も地味におかしいぞ。ももちゃんの転職は装填手やったんや。でも会長が笑顔で出て行った時、あ、死ぬなと思ったのは秘密です。普通に死亡フラグ立ててたな。しかし、生徒会チームの最初の動きに釣られて放いとかなければ、フラッグに集中放火して一瞬で終わってたよなこれ。38T があんな吹っ飛び方したら、中の人死ぬだろ。底板に白旗上がってるのはロタ。そこにも旗装備してんのかい。最後のバレー部の逃げっぷりは、本当にハラハラした。バレー部超頑張ったな。バレー部逃げるとこの臨場感すげえな。89式が活躍してて胸熱。89式はやればできる子というのは本当だった。逃げ回る89式単は、やっぱり可愛いな。89式は倒立寸前に、後部の反りが役に立ってたね。何度見てもこの戦車の動きは笑ってしまうな。89式は的になるといつ撃破されるかハラハラするし、コミカルな動きで面白いな。戦車なのに、ツンのめりそうになってたところには笑た。89式大爆走だったけど、後ろの反りが役に立ってたのかなあれ。
それに直立立て直した後、おうって感じでこっち見るのが可愛すぎる。雪面にこすりつけた時に、反りがちゃんと壊れてるんだよな。CG 班どんだけ頑張ってんだよ。バレー部のあの頑張り認めて、部活を復活させてやれや。磯部のりこちゃんは、ちっちゃいのにさすがキャプテンですね。なんか知らんが、キャプテンの、涙はバレー部が復活する時まで取っておけ。ってセリフで涙出そうなった。殺人的スパイク。砲弾と機銃。バレー部度胸ありすぎるだろ。バレー部のそれが可愛すぎる。発狂しそう。やべえ。必死で攻撃回避してるバレー部89式を見てたら涙出てきた。ここまでスポコン軸で来るとは。戦車戦ってより熱血スポーツって感じだったな。89式が熱すぎて目頭熱くなっちまった。ここのシーン本気出すなよ。エロレベルだぞ。おい、直視しなかったのにやめろ。ジブリ級にうまそうじゃねえか。ちゃんと赤カブが入ってるな。赤カブとサワークリームがボルシチの必須素材らしい。エンディングネタバレじゃねえか。エンディングアリクイチーム来たー。まだ出てないのにアリクイエンディング吹いた。おいエンディングの戦車なんですか。3式中戦車、ジヌ。本当に3式来ちゃった。やったー。3式中戦車来たぞー。我々は待ったのだー。秋山殿とエルヴィンが歌ってきた、雪の進軍は新しい歌詞の方。古い雪の進軍は、どうせ生かして返さぬつもりだったのを、太平洋戦争中に、戦意が低いと、どうせ生きては帰らぬつもりに改訂された。モロトフはソ連の外相でいいんだよね。ブヤチェスラフ・モロトフ、ソ連の外相。田尻さん3時間待ってたのかよ。田尻さん今週の一言は、アンコウ踊り見た時の、原章ですわね。どうせまともに戦うと勝てないから、奇策とか事故でご都合よく勝つんだろ。そう思っていた時期も私にはありました。放映前は内地へ絞って色々予想したけど、所詮自分は素人だと自覚しました。はい。私は素人です。今回はぐいぐい制作側の狙い通り、美穂ちゃん覚醒から怒涛の戦闘シーンへ、あれよという間に引きずり込まれ、気がついたら手に汗握る自分がいたと。あそこからどうするのか1週間ずっと考えてたけど、アンコウ踊りで爆笑してどうでもよくなってしまった。さすがに沈み流は格が違った。あれだけ予想が品質していたのに、法以下でのアンコウ踊りは誰も考えつかなかった、はず。誰のアイデアかわからないけど、作家の想像力に感服した。ゆるさと熱さに翻弄されまくるのが、このアニメの魅力かな。てか、9話にしてドラマ、アクションともに最高潮だぞ。本当に最終回はこのテンションを超えられるのか？いやー、燃えたよ燃えちまった。参ったよつとむちゃん、降参だ。円盤に手出すわ。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた。